皆さんこんにちは、ルリコです。本日はいつも私が使用している360度カメラインスタ 360X3 になんと新機種の X4 が発売されました。というわけで今回は発売より少し早くお借りしておりますので速攻レビューさせていただきます。こちらが届いたインスタ 360X4 です。じゃあ早速ね開けてみましょう。パカーン。見た目はそんなに X3 と変わらないかなっていうところなんですけれども、ここがちょっとなんかボツボツしてますね。 X3 と比べてみますとちょっと大きくなったのが分かりますね。 X3 の画面サイズが 2.29 インチから 2.5 インチに進化しております。 X3 はね保護レンズをつけてる状態なんですけども、こうやって見ると裏面がちょっと変わってる感じが分かりますね。この X3 の使用感がバレてしまう。はい、それでは X4 と X3 何が進化したのか表で見比べてみたいと思います。まず何といってもですね、この最大360度動画の解像度ですね。今までの X3 は 5.7K30fps という数値だったんですが、この X4 は8K30fps そして 5.7K60fps ということで大幅に解像度が上がっております。私的にも嬉しいポイントがもう一つ、バッテリーですね。 X4 が 2290mAh ということで駆動時間がですね135分 67% も駆動時間が上がっております。そして音声制御ですね。これが今までは日本語対応ではなかったんですけども対応になったことと、ジェスチャー操作っていうのができるようになりました。これも後でやってみようと思います。それでは早速 X4 をバイクへ取り付けてみましょう。こちらのアイテムを使用してカメラを固定していきます。バイクのミラーなどにこうやってくるくるっと挟んで固定します。固定する場所が傷つく可能性もあるので、そういった場合は保護テープを貼るのをおすすめします。そしてそのままネジ穴にくるくるするだけです。この撮影方法で撮った映像がこちらです。X4 の 8K30fps で撮ってみました。いやーすごい綺麗ですね。やっぱり 8K ってすごいんだなって感じです。もう私がすごいキョロキョロしてるのは置いといて、この画質の良さにはすごく感動しました。はい、そしてこんな自撮り棒をビヨーンと伸ばすとまるでドローンで撮影したかのような上からですね撮影した映像が撮れます。やっぱりこういう映像が撮れるのが360度カメラのすごいとこだなと思ってます。そしてバックショットです。フロントよりもこのバックショットの方が多く使っていますね。こう皆さんと一緒に走っているような感覚でね景色を楽しんでもらえるのがお気に入りで、よくこの撮影方法を使っています。はい、それでは今同時にですね X4 と X3 を撮影してみました。画質はですね X3 が 5.7K30fps、 X4 が 5.7K60fps となっております。どちらも綺麗なんですが X4 の方が色味がよりリアルに感じます。しかし再生速度を半分に落としてみると違いがよくわかります。この FPS というのが1秒間の動画が何枚の画像で構成されているか示す単位で、 X4 と X3 見比べてみるとやっぱり X3 の方がパラパラ漫画感が強いなというのがよくわかります。ちなみにこちらが X4 の 8K と比べたバージョンです。どっちもね綺麗なんですけど、やっぱり 8K と比べると画質の鮮明さっていうのが明確に違いますよね。はい、ではここからはライダー的おすすめポイントをお伝えしたいと思います。1、360度壮大な撮影ができる。もうまず何といってもこの360度を撮れることによって一度バイクに装着して撮影を開始するだけでアングルのことを考えずに三人称視点で気楽に撮影ができることがポイント高いですね。自分の走行シーンとかを撮りたくって
カメラ設置したことあるんですけど、顔が切れてるとか、もうちょっとこのアングルこっちだったのになっていう後悔することが結構あるんですけど、なかなかバイク乗っててツーリング先とかでもし周りの人がいたりすると、いちいちアングルとか見てられなかったりするじゃないですか。でそういう時はやっぱりこの360度カメラをとりあえず設置して動画撮っておけば、後でねアングル調整できるっていうのがかなりポイントが高いなと思います。2、手ブレ補正。三人称視点で自撮り棒をミョーンと伸ばしてですね、バイクに装着して走行していると、このカメラがかなり揺れてるんですね、こうやってでこれ大丈夫かなと思うんですけど、これがまあね手ブレ補正が効いておりまして、全然ブレてないんですよね。そしてね水平維持もしてくれるので、こういうのはねサーキットの走行動画を撮る時にもおすすめです。3、取り外し可能なレンズガード。今までね私も X3 では必ずこのレンズガードというものを取り付けしていたんですけども、やっぱりねバイクで走行していると飛び石が当たったりとか、あとね万が一落としてしまった時に中のレンズが割れてしまうと、もうそれはね悲しいことになってしまうので、必ずこのレンズガードで保護するようにはしているんですけども、今まではこのテープでピチャッとつける粘着式でした。それがなんと今回はピコッ取り外しが可能なレンズガードになりました。中のレンズがね汚れてしまうこともあるので、そういった時に拭きたいなと思ってもテープだとできないんです、それが。だけどこれがね取り外しできることってかなり嬉しいです。でしかもレンズガードなんですけど、今まではオプションで、別売りのものを買うっていう感じだったんですけども、今回なんとこのレンズガードが標準でついてきます。でこのレンズガードも標準のものとプレミアムレンズガードっていうものがあるんですけど、今私がつけてるのがプレミアムレンズガードっていうもので、より傷がつきにくい強化ガラスを使用しています。これねかなり硬いみたいなんでバイクで乗ってても安心です。4、バッテリーが長持ちになりました。今まで X3 でもバッテリーが1日のツーリングで切れてしまったことはないんですけども、この X4 はさらに長持ちになって X3 よりも 67% 長い135分撮影することができるようになりました。嬉しい。5、手のジェスチャーで録画開始停止ができるようになりました。この機能はカメラの電源を入れた状態でカメラに向かって手をポッと上げると録画が開始、そして停止したい時は同じく手を上げると録画停止というジェスチャー機能が備わっております。はい、それではですね撮影を始めていきたいと思います。じゃあジェスチャーモードいきます。はい、これで撮影が開始されました。そして止める時も同じくはい、これで OK ですね。じゃあこれ走りながらもやってみようかな。いきます。お、開始された。わあ、これ走行中めっちゃ便利。なかなかバイク乗ってるとね、いつも私このままピッて手を伸ばしてるんですけど、それがないからね、めっちゃ便利助かる。6、ループ録画。はい、このループ録画っていう機能はドライブレコーダーのような機能なんですけども、ループ録画中はカメラは録画状態になります。それでずっと走り続けていても、普通だったらデータ容量がパンパンになっちゃうじゃないですか。なんですけどこのループ録画中っていうのはずっと撮影していても録画停止の直近のデータをですね保存して、その他の部分は削除してくれるんですね。なので本当にもうドライブレコーダーのような機能としてもこの360度カメラは使うことができます。7、防水性能がすごい。雨だったり寒さに対する強さですね。一応これは10メートル防水になってます。海の中に潜ることはあんまり使うことは私はないんですけども、雨の中ね走ることは多々ありまして、いつも私がアゴマウントにつけてるカメラだったりそういうのはですね雨に非常に弱いので、そういう時は360度カメラを起動して旅の記録を撮っていることが多いです。何よりも寒さ暑さに強いのが助かります。よく止まっちゃうんですよね、あのカメラね。8、風切り音低減してくれる。
はい、こちらはですね、カメラの機能で風切り音を低減してくれる機能があるんですね。これがあることによってよりリアルなバイクのエンジン音だったり走行の音っていうのを感じ取ることができます。映像も大事だけど音の臨場感も大事ですよね。はい、そしてお次、編集についてです。この360度のカメラって撮ったはいいけど編集が大変なんだよねって声結構聞きます。私もね、この360度カメラ使いたての時はデータの処理っていうのがなかなか慣れるまでは大変だったんですけど、慣れると何にも難しいことはなくてですね、インスタ360のモバイルアプリ、このアプリを使用することによってより簡単に編集することが可能になりました。このね、アプリの自動追跡機能っていうのがね、すごく助かります。このメインにしたいところを選択してこの自動追跡をね使うと、自動的にこの人を中心に映像を切り取ってくれるんですよね。そしてね、このモーション ND っていうものが背景が流れるような臨場感たっぷりの映像も撮ることができます。そしてこのアプリでですね、 AI 機能を使うと勝手にこんな面白い映像を撮ってくれるんですよ。これすごいですよね。面白い。はい、いかがでしたでしょうか。使い始めてまだちょっと間もないんですけども、やっぱりこの画質の良さっていうのがかなりポイント高いなと思います。特別な風景とかってできるだけ高画質で残したいじゃないですか。例えば私が直近で行ったところだと九州の甑島、あそこの綺麗な映像は X3 でももちろん綺麗だったんですけど、 8K だったらどんだけまた綺麗に残せたんだろうなと思うとね、映像を撮りにまた行きたくなりますよね。このね、360度カメラっていうのは元ブログをやらない方でもすごく相性のいいカメラだと思います。ツーリングの景色を撮りたいだけなんだっていう方にはもってこいのカメラだと思います。X4 はよりクオリティの高い映像を撮りたい方、高画質を求める方にはやっぱりこっちがおすすめです。どっちも私はこれからまだまだ使い続けると思います。2台体制嬉しい。はい、というわけで今回は新しく発売されたインスタ 360X4 の先行レビューでした。参考になれば嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Why when you're away do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life with you?